そろそろ誕生日恒例のインタビューの開始時刻ですが、プレゼンターの方は来ていないようですね。一体誰が魔法のバースデーダイスに選ばれたのでしょう。はあ、有意義な時間を過ごせるといいのですが。失礼します。アズール先輩、誕生日おめでとうございます。プレゼンターのエーストラッポラです。選ばれたのはエースさんでしたか。お祝い感謝いたします。アズール先輩のプレゼンターになったって聞いて焦りましたよ。プレゼント選ぶの大変そうって。そんなに悩む必要はありませんよ。僕はお気持ちだけでも十分嬉しいです。その笑顔裏がありそうで怖いんだよな。それは置いといて、俺が真剣に選んだプレゼントです。どうぞ受け取ってください。ありがとうございます。では開封させていただきましょう。これは枕ですか。シルクカバーの触り心地がいい、優雅な光沢感があって見た目も上品だ。中身は手のひらの形が残るぐらいの程よい柔らかさ、低反発のウレタンですね。詳しいっすね、アズール先輩。しかも触っただけでそこまでわかるとは。さすがというか、なんというか。以前椅子用のクッションを見繕った際に少々調べたことがありまして、この素材は体へのフィット感の高さが特徴だったはず。首や肩の負担軽減になりそうですね。まさにそんな歌い文句でしたけど、もしかしてすでにこだわりの枕を愛用してたりします？いえ、枕は特にこだわりがあるわけではないので、専門店の方に勧められたものを使っています。そもそもサンゴの海では枕が必要なかったので、睡眠において重要度の高いアイテムだとは知りませんでした。ってことは学園に入るまで枕使ったことがないってこと？どうやって寝てたの？大きな貝殻や巻貝の空洞を寝床にすることが多いです。海底ではふかふかのマットや枕は使えませんから。初めてベッドに横になった時は体が深く沈み込む感覚に驚きました。最初は慣れませんでしたね。へえ、やっぱ海と陸の生活って想像以上に違うんすね。硬い貝の上で寝たら翌朝体痛くなってそう。でも今の話を踏まえると我ながら悪くないチョイスだったかも。アズール先輩いつも忙しそうだから疲れが取れるものがいいかと思って、この枕でぐっすり寝てください。なるほど、疲労回復効果のあるものを選んでくださったとは、なかなか気が利きますね。最初はアロマとか食べ物とかも疲れを取るにはいいかなって考えたんですけど、匂いって好みが分かれるし、アズール先輩は舌が肥えてそうだからやめときました。エースさんは思っていたよりも僕に対する理解があるようだ。普段から口に入れるものには気を使っていますから。ご配慮いただきありがたいです。エースさんが選んでくださった枕も早速今夜から使わせていただきます。そんじゃインタビュー始めまーす。ナイトレイブンカレッジの生徒の中で兄弟にするなら誰がいいですか？ただし同じ寮の生徒は除くだそうです。そうですね。僕には兄弟がいないのでなかなかイメージしにくいのですが。言われてみればアズール先輩って一人っ子っぽい。でも面倒見良さそうだし、いいお兄ちゃんになるかも。どうすか？俺を弟にするとか。あなたの要領の良いところは悪くないんですが、どうも軽率なところがありますからね。遠慮しておきます。それに今弟にしたい方を一人思いついたので。俺じゃないの？誰すかその弟にしたいやつって。イグニハイド寮のオルトさんです。彼は明るく素直で何より兄思いだ。あんなにも可愛い弟に慕われているなんて、イデアさんが羨ましい。オルトが明るく素直っていうのは同感だけど、本気でそう思ってます？もちろん。イデアさんとオルトさんのやりとりを目にするたびに微笑ましい気持ちになります。彼らの何気ない会話を聞いているだけでも
オルトさんの情報収集能力や演算機能の高さに驚かされる。オルトさんが僕の弟になってくれたら、毎月の予算編成や売上の集計がスムーズになるでしょう。それにいつかモストロラウンジのような飲食業以外の業種に進出するとなったら、誰よりも迅速に正確な情報を集められるオルトさんのスキルは強力な武器になる。いや、まあ確かにオルトならすごいことやってくれそうですけど、それもう弟じゃなくてビジネスパートナーじゃないっすか。兄弟で事業を成り立たせている前例も多い。役立つ能力を家族に求めるのはごく当然のことかと。はあ、単に可愛い弟が欲しいって言われるよりも納得の理由ではあるけど。誤解されては困りますね。可愛い弟が欲しいというのも紛れもない本心ですよ。どうだかな。ま、別にどっちでもいいけど、とにかくこの質問は以上ってことで。じゃあ次いきますね。もしオクタビネル寮以外の寮に入ることになったら、どの寮を選びますか？そうですね。僕は常々考えていたことがあります。オクタビネル寮とは全く別の環境に身を投じてみたいと。別の環境ってなると、どこの寮でも当てはまりません？海中にある時点でオクタビネルって特殊だし。ええ、どの寮でも多くの学びを得られるはず。ただサバナクロウへの転寮は避けたいですね。サバナクロウ寮っていかにも体育会系のノリだし、運動得意なやつが多いですもんね。運動能力の話なんてしていないでしょう。あの寮の雰囲気が僕の肌に合わないというだけです。失礼しました。で、アズール先輩が行きたい寮って？まあいいでしょう。転寮するならスカラビア寮を選びます。実を言うと僕は前々からネッサの国に興味があったんです。僕の故郷はサンゴの海の中でも特に寒冷な海域。しかも海の底にはあまり光が届いてきません。それとは対照的にネッサの国には太陽の光がさんさんと降り注ぎ、広大な砂漠まで広がっているとか。環境もさることながら文化の違いも興味深い。音楽や料理にもネッサの国ならではの特徴がある。バスケ部の合宿中にジャミル先輩が作ってくれた料理、スパイスが効いててうまかったな。それは僕もご相伴に預かりたかったです。料理そのものだけでなくネッサの国の食器も魅力的だ。あの鮮やかで目を引く色使いは僕の故郷ではあまり見られなかったものです。スカラビアはネッサの国の風土に似ていると聞きました。その品々を実際に見て触れることができますし、ネッサの国出身のカリムさんやジャミルさんの話を聞く機会も頻繁に持てます。伝統や文化を学ぶには現地の方々に伺うのが一番早くて精度が高い。知見を広めるには最適な環境だ。ほーん。でも理由が妙に小綺麗なんだよな。もしかして裏でなんか計画があったりして？嫌ですね。そんなことありませんよ。と言いたいところですが、幸運を運んでくれるであろうプレゼンターのエースさんには特別にお教えしましょうか。ネッサの国は茶葉やスパイス、それから絹織物の質がいいことでも知られています。どれもサンゴの海では珍しいものばかり。そう、つまり宝の山。今からネッサの国の生徒たちと親交を深めてパイプを持っておければいろいろと役に立つかと。やっぱりちゃっかりしてんな。質問はこれで終わり。さーて、お楽しみの幸運のギフトの時間っすね、先輩。エースさん、本当に分かりやすい人ですね。今日一番顔がにやけていますよ。クリームまみれになるのは勘弁したいところですが、これも伝統なら甘んじましょう。ちゃんと正面にぶつけるんで安心してください。俺一応バスケ部だしコントロールいい方なんで。何に安心しろって言うんだ。少し待ってください。メガネを外しておかないと。
お待たせしました。ではよろしくお願いします。そんじゃいきますよ。アズール先輩、お誕生日おめでとうございます。